人でもないし韓国人でもないし、絆が欲しかったんかな。愛情の加減がわからん。はい、アミです。風俗嬢です。22からずっとかな。その派遣の仕事があんまりなくなってきて、そのデリヘルをちょっと始めました。1週間4日ぐらい働いて、月35？20歳ぐらいに好きになった人が家出てたから一緒のを見てた。ヤクザのパシリみたいな人。風俗でその女の子集めて働かすけど、その結局私みたいな子がいっぱいいるじゃんね。絆が欲しかったんかな。これをすればこの人は私から離れられへんみたいなんが欲しかったけど、自己満足であってそうじゃないもんな。結局何人も女使って水商売させてたり風俗行かせたりとかしてて、どんどんこう好きになればなるほど落ちていかな感じやね。1年半ぐらい分からんとずっと一緒にいた。結局働いたお金なんかずっとその人に渡してたしさ、自分の好きな人とか一緒に暮らそうと思う人に対してほんまに愛情の加減がわからん。お母さんが死んだ時が多分そこで人生は変わったかなって思うね。お父さんが肝臓がんで亡くなって、その6年後にお母さんがくも膜下出血で亡くなって、12歳で両親ともに亡くなって、お母さんのいとこのとこに育ててもらって、でもうまくいかなかった。17ぐらいでもう家出したんかな。ね、泣けてくる。お母さんはなんか薬やりすぎて、その血管収縮してたから。多分覚醒剤じゃないと思う。どんだけ泣いても何にも戻ってこない。生きてたらなんかもうちょっと自分の心がマシな人になってたとは思う。お母さんが死ぬ直前に「あなたは韓国人なんやよ」って言われて、それまでずっと日本人やと思ってたの。韓国人っていうだけでいじめられてる時代にそれを言われたんで、言ったらあかんやなとは思った。だからこの時に言ったんやなとは思った。何人？日本人やと思うけどな。だって韓国語も喋れへんし、韓国行ったことないのに。なんかね、中途半端。だって日本人でもないし韓国人でもないし、選挙行きたいかって言われたら別に行きたくないけど選挙権ないわけじゃん。こんだけ税金払ってなんか普通に日本に住んでんのに
じゃあ韓国行って生きていけますかって言われたら韓国語喋れへんわけやし、で日本でじゃあ在留カードなく生きていけますかって言ったら不法滞在になるわけで、なんかバレんようにバレんようにみたいな感じ。在日やから風俗嬢では何にも困らんし、でエッチしてる時は優しいじゃん、男の人。抱かれてる時が愛情をすごい感じた。痛みしか残らんよな、多分じゃない。親がいないじゃん、帰るところもないじゃん、すがるもんもないじゃん。何も考えんでいいっていうか楽やった。こんばんは、あみです。